娘さんは僕が一生幸せにします。声高らかに誓う娘さんの結婚相手。今日は私が家政婦として働くお宅の娘さんの結婚相手が挨拶に来られるということで立ち会っていた。だが、その彼の正体が問題だ。何を隠そう、その結婚相手が私の夫だった。昔、私の前で言ってくれた言葉を繰り返す夫を見ていると、私は腹渡が煮えくり返りそうになった。どうも、今不幸になった妻です。私は夫の目の前へ湯飲みを叩きつける。その瞬間、私と目を合わせた夫が急に青い顔をしていた。お前、どうしてここに？ちゃんと説明してくれるのよね。私の名前はチカ。今年で27歳になる。もともとは会社員をしていたが、5歳年上の夫、ケンジと結婚したことで退職。一時期は専業主婦として家庭を支えていくことを考えていたが、今ではその判断は早計だったと思う。もともとバリバリのキャリアウーマンとしての道を歩んでいた私は、常に変化のある環境が好きだった。いろんなことに挑戦したかったし、いろんなことを学び、いろいろな考えに触れるのが好きだった。だが専業主婦の生活とは、私が思っていたよりも繰り返しの多い日々だったのだ。家事を特に苦に思うことはない。むしろ得意な部類なのだが、毎日同じタスクが追加されるだけで、そこには何の変化もない。専業主婦とはそういうものだと言われれば元も子もないが、こんな変化のない環境にいては、私は人間として腐ってしまうような気がしていた。そこで私は夫へ一つの相談をしてみることにした。ねえ、あなた、私少し働いてみようと思うんだけど、どうかしら。最初夫は驚いたような顔をしていた。が、すぐに私が専業主婦の日々に飽きていることを悟ってくれたらしい。別にいいんじゃないか？だけど君の本分は主婦なんだから、それをおざなりにしてくれるなよ。そう言って夫は一足早く寝室で眠りについた。夫の許可をもらったことで、私は家政婦に挑戦してみることにした。主婦としての本分を鍛えられる上、家庭ごとに合わせた家事やそのサポートは挑戦するにはもってこいの仕事だと思った。期限は私たち夫婦に子供ができるまでということにしているが、現状そんな気配はない。私は日々の退屈を紛らわすつもりで、家政婦としてのスキルを磨いてみるつもりだったが、これがなかなかどうして、私の想像とは違う結果を招いた。ちかさんの家事は丁寧だから、またお願いしたいわ。この間の料理とっても美味しかったわ。よかったら後でレシピ教えてくれない？意外と世の中には家事を鬱陶しく思っている人であふれているようで、私の仕事には一定の需要がついた。そして何より、私は自分が思っているよりも感謝されることが好きなようだった。訪問した家庭がどれだけ散らかっていようと、すべてきれいにして、冷蔵庫には予算の範囲で作れる料理を作り置きして、利用客から要望があれば、そのレシピを伝授することも少なくなかった。私はそこにやりがいを見出していたのだと思う。自分の磨いたスキルが誰かの役に立ち、感謝され、報酬という形で自分に返ってくるのは何にも代え難い充足感があった。会社員時代ですらタスクに追われることはあったが、家政婦の仕事は時間が許す限り家事に力を入れることができる。そんな仕事が私は好きだった。しかし、私が家政婦業に夢中になる一方で、夫との距離感は私が想定していたものよりも離れてしまっていた。ねえ、
今度お休みもらったら一緒にお出かけしない？最近2人の時間とか作れてなかったし。すまん、その日は仕事だ。別の日にしてくれ。そう。夫は仕事が忙しいのか、めったに時間を作ってくれなくなってしまった。朝早くに家を出て、帰ってくるのは日付が変わる頃。時には帰ってこないこともあれば、土日や祭日もスーツを着て家を出て行ってしまうのである。そしてそれは一緒に出かけられないというだけにとどまらなかった。ねえ、少し話があるの。後にしてくれ。仕事で疲れてるんだ。私たちの将来についての話なの。少しぐらい聞いてくれたっていいじゃない。子供のこと、仕事のこと、私は夫に話したいことが山のようにあったが、夫はそんな話し合いの席すら設けようとはしなかった。口を開けば仕事仕事としか語らず、次第にそれが言い訳のように聞こえてきた私は、思わず夫へ強い言葉を使ってしまうこともあった。そんなに仕事が大切なら、仕事と結婚すればよかったじゃないの。そんなある時、私は家政婦として新たにとあるお宅でお世話になることになった。それは地域でも有名な豪邸であり、最初の門をくぐった時にはつい緊張してしまうほどの大きな家だった。家政婦のちかと申します。本日からよろしくお願いします。よくお越しくださいました。さあ中へどうぞ。着物を着た美人。奥様を最初に見た時の印象はそれに尽きた。その豪邸には隠居している老夫婦が住んでいるようで、互いに体を悪くされたことで家事の代行をお願いしようと思ったらしい。では早速業務を開始しますね。ああ、少し待って。せっかくだから皆でお茶にしましょう。私はポカンとして、そのまま客間でお茶をすることになった。こんな展開は初めてだったが、私はそこでこの家のことについて聞かされることになった。この家の主人である正綱さん、その奥さんである玉代さん。この二人がこの家の持ち主らしく、正綱さんは長年にわたる過労で、奥さんは昔から病弱で体を悪くしているらしい。よくある話だが、それだけの豪邸を今まで二人で見ていたというのが驚きである。主人は無口な人だから、何かあったら私に聞いてくださいね。ああ、この家にあるものは好きに使ってもらって大丈夫ですから。そんな挨拶を皮切りに、私は早速業務に取り掛かる。なかなか骨の折れる作業だったが、初めての豪邸での仕事は実に刺激的だった。その上私が帰ろうとすると、お駄賃を追加で渡してくれた上、彼らは年長として私にいろいろなことを教えてくれた。まるで家族の一員かのように扱ってくれる環境が存外に心地よく、私と彼らが良好な関係を築くのにそう時間はかからなかった。玉代さん、少し相談なんですが。あら、どうしたの？ちかさん、何でも言って。休憩時間、私は思い切って夫との関係について玉代さんに意見を聞いてみることにした。すでに半年に上るこの冷めた夫婦関係、その改善法さえ見つかればと、私は藁にもすがる思いだった。そうね。妻が夫の帰りを待つのも悪くないけど、妻に時間を使ってくれない夫も問題ね。せっかくなら初心に帰ってみるのはどうかしら。どういうことでしょうか。今度ね、私の娘が相手を連れて結婚の挨拶に来るのよ。
きっと初々しい二人が見れるでしょうし、ちかさんにもきっといい刺激になると思うの。私はそんな大切な場に家政婦が参加するべきではないと頑なに断った。すると珠代さんは趣向を変えてきて、大切な家族も同然の私に娘の行く末を見定めてほしいというお願いをしてきた。結局私は珠代さんに言いくるめられて結婚の挨拶に同席することが決まる。普段はニコニコと笑う穏やかなおばあさんだが、こういう時の口のうまさはさすが年長者だと思った。当日私はお茶を準備しながら自分たちの昔について思い返していた。夫と出会ったのは知人の紹介だったが、私は彼の熱烈なアプローチを受けて彼を好きになってしまったのだ。結婚して数年、私はそんな初々しい気持ちを確かに忘れてしまっていたのかもしれない。私は自分自身の変化を求めて客間へと足を踏み入れた。緊張している二人組。そんな彼らを見て私も考えを改めようと思った。そうなるはずだったのだ。娘さんとお付き合いしている健二と申します。仕事は会社員をしております。私は目を疑った。そこには私の夫がいたのだ。隣には知らない女。夫はそんな女と付き合っているとのたまっているのだ。娘さんは僕が一生幸せにします。昔私の前で言ってくれた言葉を繰り返す夫を見ていると、私は腹渡が煮えくり返りそうになった。どうも、今不幸になった妻です。私は夫の目前へ湯飲みを叩きつける。その瞬間、私と目を合わせた夫が急に青い顔をしていた。お前、どうしてここに？ちゃんと説明してくれるのよね。私の剣幕に珠代さんたちは驚いていたが、すぐに事情を察してくれたらしい。私は夫の免許証と名字を照らし合わせて、私たちが夫婦であることを証明した。しかし、そうでなくとも、夫の表情を見れば、その場の状況が一目で分かっただろうと思う。そして火に油を注ぐように、新たな証言も飛び出してくる。玲子、あなたもしかして付き合っている相手が既婚者だと知った上で関係を持ったんじゃないでしょうね。どうしてそれを？娘である玲子は自分の反応が珠代さんの質問を肯定していることに気づいたようで、慌てて口を塞いでいた。その反応をするってことは事実みたいね。呆れたわ。あなた、人としての常識はないわけ？娘である玲子は、珠代さんが鎌をかけたことで簡単に口を割り、夫と浮気相手の二人は、私や珠代さんたちから激しい追及を受けることとなった。お祝いの雰囲気は一転、私たちの怒りは烈火のごとく燃え盛った。元はといえば、玲子が俺を誘惑してくるのが悪いんだよ。はあ？私にお金を渡してきたのはあんたでしょ？次第に夫と浮気相手は、互いに罪をなすりつけようとして喧嘩を始めたが、はっきりと言って、もはや見るに耐えないと思った。どうでもいいけど、もう私たち離婚するからね。他の女がいいならそっちに行きなさいよ。彼女は僕が一生幸せにするんでしょ？玲子、見損なったわよ。たとえ自分の娘でも許せないことだってあるわ。あなたはもううちの子じゃないから、どこへなりとも行ってしまいなさい。別れを告げられた二人は
顔色を変えて私たちの足元にすり寄ってきたが、もはや彼らを許す理由は一つも残されていなかった。後に夫は浮気相手に誘惑されて、仕事終わりや休日に関係を持ったと語っていた。珠代さん曰く、浮気相手も似たようなことを語っていたそうだが、それで私たちの彼らを許さない気持ちが変わることはなかった。それからしばらくして、私の新居にとある人物がやってきた。ちか、開けてくれよ。玲子とはもう別れたよ。だからせめて話だけでも聞いてくれ。引っ越したはずの家。当然別れた夫に住所は伝えていないのだが、夫はどうやってか私の住所を突き止めて家へとやってきたらしい。まず私は警察に通報した。しかしここで追い払ってもらってもまた夫がやってくるだけだろうと思い、私はそこで夫との決着をつけることにしたのだ。ありがとう。やっと俺を許してくれたんだね。ヨレヨレのスーツ、風呂にもまともに入っていないのか、体からは異臭が漂っていた。勘違いしないで。まだ許したつもりはないから。だけどせめて話くらい聞いてやらないと、あんた必要そうだからね。あえて威圧的に上から目線で語ってみたが、それは私の読み通り、夫の金銭に軽く触れたらしい。勘違いしてるのは君の方だろう。俺は玲子から誘惑されただけなんだよ。君との関係をないがしろにするつもりはなかったんだ。本当だよ。信じてくれ。夫はあくまで浮気相手に事の責任をなすりつけたいようだった。だが私は重要な証言をすでに耳にしている。ならどうしてあの場面で彼女を一生幸せにしますなんて言えたのかしら。女二人を養うつもりだったのかしら。それで幸せなのはあんただけでしょ。言い返された夫はさらにムッとした顔になる。そもそも君だって悪いじゃないか。なら私のどこが悪いか言ってみなさいよ。私は不義理なことはしてないと誓って言えるわよ。私の見たことのない剣幕に夫はあっという間に気をされてしまったようだった。大方私の罪悪感につけ込めば自分の非を言い逃れできると思っていたのだろう。当然のように私の非を指摘することはできなかった。あれは言葉のあやだったんだよ。一生とは言ったけど一生とは言ってないみたいな。もはや何を言っているのかすらわからなくなってきた。怒りを通り越して彼に呆れてしまった私は、彼との関係をやり直すなど論外だとしか思えなくなった。言いたいことがないなら帰ってくれない？あんた臭いのよ。待ってくれ。俺が家事ができないのはよく知ってるだろう。玲子と別れたのは本当だ。だからまたお前に家事をやってほしいんだよ。私はわざとらしく深くため息をついてみせた。お断りよ。金か？金だろ？お前を家政婦として雇ってやるから、また俺の生活を支えてくれよな。思えば最初は君と呼んでいた彼はいつの間にか私のことをお前と呼び、無意識の間に上から目線で物を語っているように思えた。それがきっと彼の本性で、対等なパートナーや契約関係として私のことを見ていないのは明白だった。珠代さんがこんなことを言ってたわ。妻が夫の帰りを待つのも悪くないけど、妻に時間を使ってくれない夫も問題だって。私が何を言いたいかわかる？夫は半笑いのまま私のことを見つめていて、私の言葉をろくに聞いていないようだった。その瞬間、私はこの男が
もう人間として付き合っていけないことを再認識させられた。私は何度もあんたとやり直そうとした。だけどダメだった。そこでやり直してればこうはならなかったのにね。つまりこれは全部あんたのせいよ。分かったら早く出て行ってちょうだい。夫は自分の言いなりにならない私に腹を立てて気が狂ったようにうめき声を上げていたが、間もなくして訪れた警察によってあえなく連行されることになったのだった。それから風の噂で夫は別に雇った家政婦と関係を持ったことでまた新たな火種を作ったことを聞かされた。離婚に浮気、そしてまた女関係のトラブルを起こしたことが周囲に広まり、社会的な信用すら失ってしまっているのだという。一方で私は今でも珠代さんたちのお宅で家政婦を続けている。私のいない間に元夫の浮気相手が珠代さん夫婦を頼ってきたそうだが、それでも二人は浮気相手を突き放したらしい。今でも浮気相手は薄給の中でギリギリの生活を送っているのだという。前はあんなことがあったけど、ちかさんさえよければ今度主人の知り合いの息子さんとお見合いしてみない？もちろん無理には言わないわ。仕事好きのちかさんのことだもの。きっかけくらいは作ってあげないとね。私は試しにやってみたお見合いで、人生でも指折りに話の合うパートナーと巡り合うことができた。そんな彼とは元夫とは違う良好な関係を続けており、それと同じぐらい恩人である珠代さん夫婦とは仲良くやっている。今日は久しぶりの食事会で、私たち夫婦と珠代さん夫婦の4人で楽しい食事会が催される。袖まくりをして厨房に立つ私は腕によりをかけて得意な和食を彼らへ振る舞うのだ。